職をすることが給料が上がるのではなくて、伸びていく今旬で生産性が高い領域に転職をすると給料が上がりやすいというのは実際に起きていることかなというふうに思います。こんにちは、ヘッドハンターの林香奈です。今日はヘッドハンティングや転職に関する質問にお答えします。 This is ヘッドハンターサポート。最初の質問は、今までで一番この人欲しいってなった人材の特徴はどんな感じでしょうか。そもそもヘッドハンター自身、私自身がこの人が欲しいという話ではなくて、依頼いただいているクライアントが欲しいであろうっていうところの目線をかなり憑依させて、見ていますと。なのであくまでも依頼主の企業さんの課題に状況にフィットした方を探しているっていうところが前提なんですが、大きく分けるとスキルとスタンスの部分あるかなと思います。スタンスのところは、非常に近年むしろ重要視されているかなと思ってます。直近 AQ というものが、注目されていて、逆境指数なんて呼ばれたりしますが、何か難しい課題が来た時にもこれを乗り越えていこうと、苦しい時にも逃げずに戦うようなスタンスを持っている方、今までの仕事においてそういうふうに乗り越えてきましたっていう経験を持っている方というのは非常に、この人に、ぜひこのクライアントさんを引き合わせしたいなというふうに思うことが多かったですね。ヘッドハンターは誰に頼まれてやるんですか。企業の経営陣、あるいは事業責任者、人事責任者の方にご依頼をいただくケースが多いです。で、ただ我々の場合、私が所属しているフォースタートアップスという会社においては、スタートアップに特化したヘッドハンティングを行っているので、その会社に投資をしているベンチャーキャピタルという存在、投資家の方からも情報をいただいて、投資先のこの会社ぜひ経営チーム強くしたいんですというご依頼をいただいて動いているケースも多いです。営業や SES など直接客先へ接点を持つ職種がヘッドハンティングされるのはなんとなく分かりますが、事務など会社から出ない職種はヘッドハンティングされないのでしょうか。されます。ヘッドハンターが見ているポイントとしては、その会社において大きいイベントがあった時、例えば、とある会社が大きく上場しましたとなった時に、この上場のプロジェクトの責任者を務めていた人って誰なんだろう、あるいは大きな M&A があった時にそこのプロジェクトを引っ張っていた人って誰なんだろうとお声掛けしに行くっていうケースはあるかなと思います。そこのリサーチはやはり前提、まず時事ネタにアンテナを張っておいて、世の中の流れであったりとか、どの会社でどんなイベントが起きているかというのを、情報を入手してデータベース上で調べていくと、そこの中で転職ご検討されている方であったりとか、お声掛けをさせていただくケースが多いかなと思います。もう一つ補足すると、表彰の時に表彰されている方とか、会社の MVP とか受賞されている方にお声掛けするみたいなところのフィルターは一つあるかなと思います。ヘッドハンターに自分を売り込みたいのですが、どうすればいいですか。インターネットサービスを使うのが一番、ヘッドハンターにはダイレクトに届くかなというふうに思います。転職プラットフォーム上にキャリアを掲載できるようになっていたりとか、SNS 上にも掲載ができるようになっていると思うんですが、実はヘッドハンターかなりそこ詳しく見ています。いわゆるリンクドインのようなキャリアを公開しているSNS は見ることができるんですけれども、プライベートなものというよりは仕事の記録とかおつながりとか実績みたいなものを書いていただくようなアカウントは有利に働くかなと思いますし、ぜひ詳細なキャリアをそこに上げていただければ、ヘッドハンターの目に留まることは非常に多くなるんじゃないかなというふうに思います。自分の強みを効果的に人事担当者に伝えるためには、どんなことに気をつけてエントリーシートを書くべきでしょうか。これはやっぱり直近だとチャット GPT とかも本当に発達しているので、文章を書くっていうことにおいてはいろんなツールを使って書かれる方も非常に多いんじゃないかなというふうに思うんですね。で、そうなると一定抽象的な要素であったりとか、こんな要素を書くといいですよってフレームワークとかはもうチャット GPT がきれいに出してくれると思うんですよ。ただそれを読んでもやっぱりその方個人の経験だったりとか価値観とかっていうものは見えてこないので、ぜひ自分自身はその状況、当時の自分が仕事を頑張っていた当時のこの瞬間をこう捉えていて、でそれに対して自分はこんな工夫をしたんですっていう形で、自分から見たビューというものをしっかり書いていただく。かつそれを、結果だけではなくて、そこに至るまでのプロセスをしっかり自分の言葉で書いていただくというのが伝わるんじゃないかなと思います。
新卒で企業さんに就職されるっていう方も多いと思うんですが、ぜひビフォーアフター、このアルバイトに就く前の自分はこうだったけれども、実際1年間アルバイトを頑張った結果こういうふうにできるようになりましたっていうものを一つ付け加えていただいたりとか、自分においてこれだけのビフォーアフターが生まれたんですってものはぜひアピールしていただくといいんじゃないかなというふうに思います。では続いてのご質問ですね。50代以上のシニア世代はやっぱり転職するの難しいですか？昔よりシニア人材、あるいは経験豊富なプロフェッショナル人材の活躍というのは増えてきていると思います。で実際昔だとなかなか40代50代になってくると、その昔の環境から飛び出して新しいものを身につけたりとか、昔の経験を学び直してリスキリングをしたりアンラーニングをしたりっていうところが難しいんじゃないかっていうふうに言われていたんですけれども、結構近年ですと副業を経て自分別の環境に行ってもできそうだなっていうところで環境を変える方も増えてきたりとかしているので、だんだん増えているかなというふうには思います。ただこれは年齢にかかわらず、そこに対してなかなか未経験のものを経験することが非常に怖いっていうような保守的な考え方のままであったりとか、リスキリングするっていう成長意欲がなかなかないっていう状態だと、年齢問わず新しい環境に飛び込むっていうのは非常に難しくなるかなと思います。転職しないと給料が上がらない時代だって本当ですか？転職をすることが給料が上がるのではなくて、伸びていく今旬で生産性が高い領域に転職をすると給料が上がりやすいというのは実際に起きていることかなというふうに思います。もちろん AI の産業はぐんぐん伸びていますし、 AI が伸びていくとなるとそこに紐づく領域も一緒に影響は受けていくので、例えばじゃあデータをそこで扱っていくようなデータ解析のビジネスであったりとか、そこにまつわる職種ですね、そういった産業っていうのはぜひ見ていただくといいんじゃないかなというふうに思いますね。採用する側に求められる素質、備えているべきスキルなどはありますか？私が2つ意識しておいた方がいいかなと思うポイントにおいては、ロマンとそろばん。やっぱり1つ目は夢を語る力、会社のビジョンを語る力、これが非常に重要になっていると思います。で実際お仕事に何を求めますかというアンケートにおいて、かなり昔はいわゆるお給料であったりとか会社のネームバリューみたいなものが大事っていう傾向が多かったんですけれども、今のアンケート結果になると、その会社が社会貢献性としてどんなことをやっているのか、あるいはどういう世の中を作ろうとしていてどういうやりがいがあるのか、この意義報酬、意味報酬と呼ばれる部分を仕事に求める傾向が非常に強くなってます。なのでうちの会社に来るとこんな世界を作れる一員になるんだよと、それってすごくワクワクしませんかっていう形で夢を語る力、その夢に巻き込む力というのは非常に重要になっているかなと思います。で2つ目が未来を語る力。これは会社の成長性をしっかりビジネスの戦略としてロジックとして説明ができる、いわゆるそろばん力になってくると思います。ロマンもあるけれども、ちゃんとうちの会社はこの競争の激しいビジネスシーンの中でも勝っていけるんだよと、伸びていけるんだよというところの未来を語る力、戦略を語る力というのは非常に重要になるかなと思います。本日はご覧いただきありがとうございました。ヘッドハンターという仕事はなかなか外に見えにくい部分もあるかなと思いますが、我々が存在していることによって各企業さんの成長を支えていきたいとも思いますし、各ビジネスマンの方々にとってもより良いキャリアを築いていただく方が増えたら嬉しく思います。ありがとうございました。